おかんと親父が言うとったことはこういうことか、俺はこういうぐらい気持ち悪く見えてたのかと思ったんですよ。でそのきっかけがねこれですわ。レベルから言うと措置入院が必要です。斎藤元彦支持者見てみ。異常者の典型例として巨大な敵がいるという妄想に駆られている。すでに他者の身体の話と下半身の話をしている。もう異常者の数え役満なんですよ。がね、元気が出ないんですよ。もう明確に元気が出ないんですよ。てかね、夕べから傷んでるんですよね。いやもうね、ごめん、朝からね、こんなことを言うのもなんですが、夕べ寝る前ぐらい、夕べ寝る前からね、起死燃料と戦い続けてるんですよ。ほんまに冗談抜きで起死燃料と戦い続けてるんです。マジで。岸恵子と戦ってどないすんねん。岸恵子とは戦うてないな。なぜかというとね、僕は20代の頃の恋愛のことを思い出してね、前もお話ししたことありますけども、僕は当時付き合ってた女の子にね、指さしてね、別れ際にね、だって菅野くん奇形児みたいやねもんって言われて、女の子に振られたことあるんです。でね、まあね、これなんかもう自分の恥をさらすようでね、嫌なんですけど、あんまりこういう話はすべきかないかもわかんない。実を言うとね、俺同じことをね、父親と母親に言われてるんですよ。弟がおるんですよ、僕。で、弟がおってね、弟がね、ジャニーズにスカウトされるんちゃうかいうぐらい、ほんまに男前なんよ、弟。今もうね、ずっと現場の仕事しとっても、ゴリゴリの体になって、顔真っ黒になってて、現場の仕事ずっとやっとるから、これ、立派に現場の仕事して子供、あそこ、3人大きしょったやな。ほんま男前なんですよ。で、見た目はね、いや、ほんまにね、岡田准一みたいなんです。今のあいつは。若い時に岡田准一が、もうほんまに男前やね。ただ、その、岡田准一が、現場で仕事をしてて、現場で人を動かす仕事をしてるから、現場の仕事をやってる人やったらわかると思いますけども、目こんなになってますけどね。鬼みたいな顔してますけど、まあ、こんな言うたらないけど、ほら、僕らがマネジメントする人というのは書いた字読める人ばっかりですけど、うちの弟がマネジメントせなあかんような人っていうのは字読まれへん人ばっかりですから、書いた字読まれへん人ばっかりですから、まあ、うち実家が土建屋やったんでようわかるんですけど、子供の時から周りにそういう大人しかいなかったんで、東日本大震災の時に松本龍復興大臣があの喋り方を常にせんといかんわけですよ。松本さんの喋り方って俺らからしたら普通なんです。土建屋でいわゆる土木作業員の人々を10人20人動かそうと思うと、ああいう喋り方にならざるを得ないんですよ。絵がわかるかって言うて喋らんといかんわけですよ。それはヤクザでも何でもないんですよ。書いた字読まれへん人を30人動かさなあかんねんで。これどうしたらいいんですか、ここに書いてあるって話通用せえへんねんで。それは最適化されてるんですよ、コミュニケーションが。で、今そんなんで、岡田准一みたいな男前ですけども、こんなんなってもこんな鬼みたいな顔してますけど、二代目幸宏ですよ、もう完全に。最後ね、ちっちゃい時ね、ほんまね、もうなんやろね、女の人から歓声上がったんよ。キャーキャー言われとって。幸宏も男前なんですよ。今何覚えたら幸宏。俺が初めて女の人に女を感じた瞬間です。気持ち悪っと思ったんです。女の人が自主的に性的になっているという姿を見たのは小学校の先生やって、うちの親父見て、菅野君のお父さん男前やねって言ってきはった時の、もう完全にメスの顔になってる。怖っと思った。うちの親父も男前やった、若い頃ね、男前やったんですよ。親父はキャーキャー言われて、弟もキャーキャー言われてんのに、俺こんなんや。ほんで俺ね、これ今身長162.5 なんです。で最近実は言うと俺最近ね、チビのあれですけど、姿勢がようなってね、多分163なんです今。で俺こんなんでしょ。で163をね
小学校5年生の2学期の終わりに到達してんねん。小学校5年生で160センチ超えって珍しいですよ。で、めっちゃめちゃでかかったんよ、小学生の時。誰よりも大きかったんよ。で、顔ごついでしょ。で、まあ、家帰ろうとしたんですよ。で、家帰ろうと思ったら、うち野中の一軒家でね、車でしか、こう、うち行かれへんのよ。まあ、学校まで歩いとったけどね。40分ぐらいかけて歩くんやけど、大人は車で行くわけですよ。うちの親父会社しとったから、そのうちの家の裏が会社やったから、その作業の車とかも来るんやけど、車でしか行かれへんとこにある家やからね、田舎で人やったらようわかると思うけど、逆に人集まんねん。便利やから。田舎の人やったらこんな話わかると思うんやけど、野中の一軒家で、しかもあんまり道通り、車通りのないとこの野中の一軒家やから、まあ要は路駐し放題やから、うちの家によう集まるんですよ。大人が。で、大きな声出してみんなではしゃいでも大丈夫やしね。集まってんのよ。よう集まってたんよ。今で言うママ友が。だから俺と弟が2人して小学校から帰ってきた時に、ちょうどそのママ友の集団がうちのおかんらと一緒に車でわーっと帰ってくる瞬間やって。で、パタパタっとその大人が降りる、俺らがこっちから帰ってくる、大人は降りて家行こう思ったら、俺らを見やんとしゃあないって角度に車を止めて見たわけ。そしばらく俺らが2人で歩いてくるのを見てたわけ。で、2つ下ですから、俺が小学校5年生ですから、弟は小学校3年生ですかな。小学校3年生なりの背だけ、俺は小学校5年生で身長160センチ。ほんなら、向こうが大人のママ友の集団が玄関に入って靴脱ぐ。俺らが2、3分遅れて帰ってきて靴脱ぐっていうタイミングで重なって、ほらみんな、よく帰ってきたなとか言うて、お疲れさん帰ってきたな、お帰りとか言うてくれるやん。ほやったら、ママ友の集団の中で、弟人気なわけですよ。かいらしさかい。シュッとしててかいらしさかい。いや、トールちゃん、トールって言うんやけど、トールちゃんもほんま今日もかいらしいわ、みたいなことわーなるわけ。ほんだら誰かが一人、それに引けお兄ちゃんはなってポソッと冗談で言わはったんや。ほんだらまあそこで笑いがパッと浮かれたんや。生まれたんや。でそこまではまだ我慢できたんやけど、うちのおかんが、そやねん。保つな、末端肥大症やねんって。顔と手と足だけごっついの気持ち悪い。この子聞けちゃうんかな思うときあんねんって言って。いや、そら、おかんからしたらシャレのつもりやと思うねん。別に俺は母親からの愛情を疑ったことはない。俺は母親の愛情が薄いとは言わない。むしろ俺は母親の愛情に育ててもらったと思ってる母には感謝しかない。若いうちに死んだんで、俺が20代で死んでるんで、母親がいなくなってからの俺の人生はとても苦しかった。だから母に対する愛も、母から受けた愛も間違いがないとは言えるけれども、やっぱその一言は残ってるのよね。で、まあ、当時の俺は冗談やとみんな笑うてるしな、なんやったら、そのリアルタイムの俺は、その瞬間の俺は、おかん、なんやったら笑うてるから、みんな。オッケーやって、俺の中では、瞬間。その日の晩ぐらいからしんどなってきてない、やっぱり。で、雪広は雪広であんなんでしょ。もうそんなもん日常茶飯事ですよ。いや、本人否定すんねんけど、ちっちゃい時、トールはトールやったけど、しばらくの間、俺のこと片輪って呼んでたんや、あの人。その20代の時に女の子に奇刑事や言われた、親からそんなこと言われたっていう。で、俺は気持ち悪いって思い込んでんの、俺は。で、実際気持ち悪いしね、俺。背低いし、顔でかいし。人が避けるほど気持ち悪いと思ってんの。ほんまに。というような記憶がね、もう、夕べからね、止めどもなく蘇ってきて、あの時、奇刑事って言われた、あの時片輪って言われた、あの時、お前見とったら気持ち悪うて食欲なくなるわ言われた。だーってこう蘇ってきたんですよ。でね、もうそれ蘇ってきたらね、もう恥ずかしくて生きていけなくなって、ほんまに昨日の夜の10時ぐらいからか、もう寝よう思って、昨日早寝よう思って、用意しとったんやけども、それ、もう頭の中、とある出来事がきっかけで、頭の中、ってなってもうて、
うわ俺もこない人から見られてんねやろなと思ったら、うわこんなんやったら死んだ方がマシやと思って、いやほんまにこれ冗談抜きでマジで辛いの。ほんま今も喋っててね泣きそうになるぐらい辛いの。ほんまにこれ冗談抜きです。これ大げさに言うたりとかしてるんじゃなくて、ほんまにうわ金もそうか、おかんと親父が言うとったことはこういうことか、俺はこういうぐらい気持ち悪く見えてたのかと思ったんですよ。でそのきっかけがねこれですわ。いやもうちょっとねきつい。いや俺世の中の人に多分俺のそれ確かにうちの母親と親父が言ってた通り俺はブサイクですよ。気持ち悪いですよ。で俺がもうなんか死ぬしかないと思ったのは、そうか親父がおふくろが言ってたところこういうことかと思ったわけ。俺世の中の人にここまでこんな風に見られてた、いやこんな風に俺は世の中の人に見られてたのかと、俺はここまで気持ち悪い存在なのかと思うとね、ちょっとね生きる術をなくしてしまったんです。すっごい気持ち悪いでしょ。このかりんさんっていう人が上げてはる動画やねんけど、これもともと誰の動画か知らんけど、かりんさんが撮影しはったんが誰の動画か知らんのでオリジナルがわからんので恐縮なんですが、おかしいよねこれ。いやこれ気持ち悪いでしょ。これね俺子供の時の俺思い出したんですよ。周りから気持ち悪いと言われたら余計必死になんねん、その気持ち悪い行為が。でこれをね斎藤元彦を支持するような人間というのは例外なくみんな知性が母親の体内に着床した段階から知性が劣っているので、人生経験が少ないやつばっかりなんで、これを余裕と田舎の人は考えるわけ。弱い人間というのは強い人間が間違えると思っていないから、自己防衛本能としてこれは何か深遠なメッセージがあるはずだと思ってしまうわけ。それって虐待されてる時の人間と一緒なんだけど、これ自分の気持ち悪い菅野保が気持ち悪いって言われてる時にどうするかって、その気持ち悪い行為を繰り返してしまうねん。気持ち悪くないっていうために。で元彦がこれはその分断を煽るためとか余裕をかますためにやってるんじゃなくて、気持ち悪いって言われてるからやってんねんこれ。でこれ子供にもよくある症状です。自分の心を守ろうとして必死なんですよ。さすがやなと思ったのはやっぱ教養の人ですね。さすがやなと思ったのはそれをね言い当ててたのはまさにこれ心理学の基本的な心理学なんですよ。能力低いから東京はおろか大阪にさえ出ていかれへん能力の低い負け組しか住んでへん兵庫県の人ですから。でしかもその中で斎藤元彦を信じてしまうなんていうのは知性が劣悪な人間しかいないんで、あれを見て余裕をかましてるとかなんか深遠なメッセージがあると思うかもわからんけれども、普通に端的に考えたらこれですよ。南波さんの言うてる通りです。元彦のエアテニスは確かに自覚的なハラスメントであると同時に苛烈な抗議を浴びた時の対応として余儀なくされた現実逃避、ほとんど乖離に近いとも言う。おそらく日常的に理人的になる瞬間多いのはない。かなり危険な状況である。いやその通りだと思います。かつての父親母親から奇形児方は気持ち悪いと言われ続けてた頃の自分で、それから女の子に菅野君は奇形児みたいやからやって言われたと言った時の自分の反応を思い出して、いわゆる乖離の心理学でいうと乖離の条件です。でレベルから言うと措置入院が必要です。でこれ田舎の人でねこの基本的な心理学の要素なんですけど、田舎で人生経験が少なくて触れ合う人間のキャパも狭い人はねラケットを振る姿を見てね批判を打ち返してるというメタファーだとかね、なんか深遠なことを考えるんですけど、
それはあなたの人生経験が少なくて、人間を類型化できるほどの数の人間を見ていないから、何か特別なメッセージがあるんだろうと考えてしまうだけであって、単にこれは心理学で言うと、乖離の症状ですよ。ちっちゃい時の俺と一緒。親に肩はと言われた時の俺もこんな動きしてた。で、余計どんどん気持ち悪なんねん。で、この時にね、俺が当時死ななかった理由というのは、肩は気持ち悪いっていう人しかいなかったからですよ。もし周りに誰か優しい人がいて、その優しさっていうのは優しいだけであって、本当は暴力だってことなんだけど、それでええでっていう人がおったら死んでたと思う。そこでの慰めは狂気になるんですよ。引き裂かれるの。で、実を言うとあそこで斎藤やめろとか斎藤キモいって言うてあげてんのが実は正解なんですよ、ほんまは。あそこまで帰りが進むと、お前間違ってるでって言うてんねんから。優しいってことは暴力なんですよ。で、ここで田舎の人みたいに、抗議者を煽ってるだけだとかね、ラケットを持って右へ左へ打ち返せるつもりなんだとかね、かっこいいとか言うてしまうのは、実を言うとイネブラなんです。依存症の世界でいう、依存症心理学の世界でいうイネブラなんです。で、斎藤元彦支持者はイネブラになってんねん。だから、田舎の人から見たらね、沿道にだって斎藤やめろ、斎藤やめろ、斎藤やめろ、アホボケガス気持ち悪いんじゃわれって言うてる人が暴力を振るってて、斎藤さんかっこいいっていう人が斎藤をかばってるように見えるでしょ。違うんですよ。精神病の更新状態から言うと、斎藤さんかっこええというのは斎藤元彦を自殺の道に導いてるんですよ。で、これを打たれ強いとか、ラケットで左右に批判を打ち返してるつもりであるとか、抗議者の抗議が効いてないということでやってるとか、煽りでやってるとかって言うてる解釈は、実を言うと斎藤元彦を助けてないんですよ。地獄の淵に叩き込んでるんです。そうです。まさにこの通りです。どういうことを言うてるかというと、これですよ。アルコール依存症に置き換えて考えてみたらええんです。アルコール依存症の患者に対してお酒飲んでもいいよっていうのは本人のためでも何でもないでしょ。これをイネブラって言うんです。こういうことです。そのアルコール依存症の研究から、その依存症の心理学っていうのは確立されてるんですけど、まさに支持者の皆さんがやってることは、ちょっとぐらいお酒飲んだがってかまへんであんたって言うてるアル中の配偶者です。あれを見たときには、斎藤元彦を支持するとか支持しないではなくて、気持ち悪いからやめろっていうのが正解なんですよ。ちゃんと気持ち悪いって言わなあかんねん。だって明確に精神異常をきたしてるんだから。この地方の会計屋さんがコメントに書いたね、アルコール依存症患者に対してお酒飲んでもいいよっていうのは本人のためでも何でもないっていう一言を噛み締めるべきです。この言葉を噛み締めるべきです。で、その支持者の皆さんと斎藤元彦の皆さんみたいな人は、斎藤元彦および斎藤元彦を支持するような人というのは、能力が低いから神崎川さえ渡らず、東京はおろか大阪にも行けなかった知性の上での負け組の人しか兵庫県にはいないので、ご存じないと思いますが、あなた方は極めて教科書的な、で極めて原義通りの、極めて教義の、いわゆる教依存ってやつです。で、そしてこの共依存構造というのはどうなっていくかというと、その共依存構造が生み出すものが人の死、金銭的な破滅、経済的な破滅、社会的な破滅という、どう考えても避けるべきである結果が生めば生むほど、この共依存体制というのは強くなっていくんです。なぜかというと、自分の生存をかけてるから、人が死んだ、経済的に破滅した自分及び他人が死んだ、経済的な破滅に至った、社会的な破滅に至ったという受け入れがたい結果が出たときに、しかしながらその共依存体制の中に自分の全実在をぶち込んでるから、頭よりできひんわけですよ。これなんですけどね、例えばなんだけど、これはもうちょっと桁違いの話になるんですけど、これ元ネタがスプートニックなんですけど、元ネタがスプートニックで引用するのにとても慎重な取り扱いが必要なんですが、スプートニック以外の西側のメディアも報道してるのを確認してるので、
間違いのない事実です。フェイクではないです。これご覧になった方もいらっしゃるかな。イスラエルでね、パレスチナ人をテロリストと認定したらすぐ死刑にできるって法律ができたんですよ。ご覧になりました？連中はね、その法律の成立を祝ってパーティーして、そのパーティーに出してきたケーキが公主権の時の縄の柄なんですよ。で、これ狂ってるでしょ？よう見てみ、これ縄ですよ。首くくる。おかしいでしょ？でね、例えばね、その、イスラエル側の理屈ね、which is fact ですけど、イスラエル側の理屈をね、100% 納得して、一昨年9月のあの襲撃は、まあ俺ら普通の人間から見たらあんなもんネタニヤフが仕組んでんねやろうと思うしかないけども、ハマスによる一昨年のあのキャンプの襲撃、音楽キャンプの襲撃はね、テロ行為や。ハマスの連中は最悪のテロリストだ。で、ユダヤ人は、ホロコーストの経験があるから、イスラエルに対する批判というのはナチスドイツの、加担だみたいなね、イスラエル側が用意するすべての理屈を 100% 飲み込んだとして、which is bullshit ですよ。嘘だし、むちゃくちゃだし、納得する余地なんかないけども、したとして、そしてあなたがもしイスラエル人で、あなたがもしイスラエルのことを愛してて、なんかであれば、イスラエルがもうツーステートソリューションを忘れてパレスチナ人を追い出して、イスラエル人だけの、ユダヤ人だけの、イスラエルを作ろうという動きにあなたがもし 100% 賛同してたとしたとしても、あなたがこの絵を見たときに言わなきゃいけないのは、お前は狂ってるでしょ。あなたがイスラエルという領域からパレスチナ人は今住んでるけども、そのパレスチナ人は全員出ていけと。で、このイスラエルという国境の中にはね、エスニシティで言うとユダヤ人しかいないという状態を作るべきだと心の底からあなたがもし思ってたとしたとしても、これには狂ってるって言わなきゃいけないはずです。斉藤元彦で県政が改革される。兵庫県の井戸知事が積み上げてきた借金が減る。日本で一番素敵な自治体になる。嘘ですよ。which is bullshit ですよ。あいつはブーシットだけど、そうあなたがもし思ってれば、いやむしろ思ってれば思ってるほど、これ見たらお前気持ち悪いって言わなきゃいかんよ。でね、こういう時にね、弱い人どうなるか言うたらね、対人論証に逃げるんですよ。典型的な弱い人のパターンってどうなるか言うたら、例えばマッツの方がデブやとかね、南波の方がキモいとかね、菅野の方が背が低いとかね。それでなんか言うたつもりになんねんって。で、それ田舎の人のパターンなんですよ。論理的に反論できない時には、他者に対人論証言って、なおかつ身体的なことを揶揄しなきゃいけないっていうのは、典型的な知的弱者の症状なんだけど、それしかできなくなってんねん。でそれ典型的なあなた方は、珍しいことも新しいパターンでも何でもないの。19世紀の終わりぐらいから心理学というものが芽生えたその瞬間に、これは人間の心の病気だと言って研究されてきた分野のど真ん中の典型例なんです。これ典型的な、もう極めて初歩で教科書的な精神病の症状であるということを見ればわかるのはね、これはまあ、斉藤元彦の支持者だけではなくて、ツイッターの知的弱者の間ではびこってるんですけど、結局、東大の5月祭に、爆弾予告したのは、どのイベントにも爆弾予告をすることで有名なツイッターのとあるアカウントで、左翼でも何でもない単なる異常者でした。で、斉藤元彦の支持者ね、歩道橋にいるような連中とか、金曜日の県庁前の抗議集会と見て、柴木隊って言うでしょ？俺、2013年のザ・柴木隊のメンバーです。柴木隊の時に会った人一人もいません。にもかかわらず、柴木隊、いや、言うでしょ？で、みんな組織的に動いてるって言うでしょ？それってさ、冷静になって考えてみ？統合失調症の初期症状や。自分は謎の集団に追いかけられてるって思う。集団ストーカーが言うてる人と変わらへんや。
典型的な統合失調症の初期症状でしょ。本人らは気づいてへん。なんか言うたつもりになってんねん。しばき体でない人を見て、しばき体や言うてて。左翼でないもの見て、左翼や言うてしもてて。ほんで、神戸祭りで声上げてたのはしばき体や言うてて、みんながなんか集団におって、みたいなこと。それ、典型的な統合失調症やん。言うてるやん、初歩の精神病なんです。初歩の精神病というか、極めて精神病を研究している技術体系、論理体系で説明される土典型の事例しかないね。いや、違うやん。みんなね、例えばさ、もう今言ってくれた人もいますけど、一水会のことを左翼や言うやつが今出てきてるわけですよ。まあまあ、それは別にええですよ。まあ、それをね、そういうのを見てね、そういうのを見て、あるいは石橋、そう、まさにそう、石橋茂のことを極左に見えるやつとか、そういうのを見てね、バカだと思ってるでしょ。でもね、そうじゃなくて、そいつらには、しばき隊という巨大な組織、横断的なネットワークがあるというふうに世の中が見えてるわけでしょ。で、左翼というものが世の中にガーッとこう横断的に存在してると思ってるんでしょ。それさ、集団ストーカーに置き換えてみ、統合失調症の言ってる人と全く同じロジックを喋ってんのよ。そのしばき隊がとか左翼が言うてるやつを集団ストーカーがっていう言葉に入れ替えてみ。統合失調症の典型パターンですよ。そう、暇空の何かグループっていう概念とかね。それ全部さ、集団ストーカーっていう言葉に入れ替えてみ。それ病院にいる統合失調症の患者の人が言うてんのと全く同じロジックですよ。まるっきり統合失調症の人と同じこと言うてんねん。昨日の神戸祭り、俺は東京におったから神戸祭りの現場行ってへんし、知りもせえへんし、誰がおったかも知らんけども、少なくとも南波さんはしばき隊ではない。少なくともマッツもしばき隊ではない。見たこともなかった。2013年の新大久保で。でね、違うの。俺が怒ってんのはね、俺が怒ってるというか、怒ってるというか、俺が間違ってるっていうのはね、こういう分析なんです。こういう分析が一番なんかこういうことを言うで納得しようとしちゃダメなんですよ。一つの恐怖を置くと安心するんだねじゃないんです。そういうことじゃないです。端的に統合失調症なんですよ。で、こういうの間違いない。単なる病気なんです。で、見えないもん見えてんだから。俺毎朝4時半に起きてね、5時前に新聞買いに行くんですよ。コンビニに。で、その時に出勤になるおばちゃんがね、統合失調症なんですよ。で、もうずーっと観察してます。ここに引っ越してから。新聞を朝5時に買いに行くようになってからずーっともうこの3年観察してますけど、どんどんひどくなってきてんの。もう来んのわかんねん。100メーター先から叫んでるから。で、その時間帯、うちの近所、半分オフィス街、半分繁華街みたいで住んでる人少ないからね。その時間帯でなおかつ起きてる人なんか少ないから、そのおばちゃんの存在に気づいてるのは近所でも俺ぐらいやと思うけども、来ないでー追いかけないでーって叫んでんねん、もうここ最近は。で、俺はかわいそうに典型的な統合失調症やなと、家族の人が気づいたったらええのにな、病院に連れてってあげたらええのになと思いながら見てると、だんだんご存知のように統合失調症っていうのはどんどん症状が激しくなってくるんですね。で、今申し上げたように100メーター先でも来るの分かるんですよ。早朝の誰も歩いていない商店街の奥からその女性のやめて助けて追いかけないでって声が聞こえてくるわけ。あ、今朝も元気に来てはるなぐらいのもんですよ、俺からすら毎日ね。でも長尺で見てたらおかしさが更新してるのがわかるのよ。最初は朝そのセブンイレブンの配送のお兄ちゃんとかにわー絡んでたぐらいやってるけど、もう今はもう商店街の奥からやめて来ないでって、もう3年かけて、この3年間俺が観察してる間でもどんどん広がってきてんのね。で、そのおばちゃんが言うてるのは何か言うたら、創価学会の人が私のことを監視してるの、あそこで私を通さないようにしてるのって最近言うようになりました。で、昔から別に創価学会をかばいたくもなんともないけどね、昔から統合失調症の人の言うことって、集団ストーカーっていうのは創価学会やっていうのは決まりなんですよ。なんでか言ったら覚えたての言葉やから。創価学会というのは巨大な宗教組織だというのをアホやから知らんかって、大人になって知って、何もかも悪いことはその創価学会に違いないと思い始めて、統合失調症が進むと集団ストーカーをやってるのは創価学会やというロジックになるの。
ひまぞらの何かグループとか新入園とかと全く同じことですよ。初めて覚えたって触れた言葉に触りたいだけな話です。でそれは総学会なんてそんなごめんこう統合失調症なんて年取っても若い人でも発症するし年取っても発症しますよ。高齢者だけの病院じゃないんです。病気じゃないですよ。だとするとね、それはもう異常者でしょ、その人。俺が毎朝見てるおばちゃんは異常者でしょ。それ芝木隊が左翼が言うてるのとロジック一緒やん。で別に統合失調症ってそんなに珍しい病気じゃないですからね。7、80人から100人に1人はなるんですから。でね、例えばさっきの南波さんのこの分析あるでしょ。いわゆるもうそんなもん20世紀の冒頭からあるね、乖離という概念で説明作るということをね、20世紀の冒頭から概念としてる乖離っていう概念とか離人症っていう概念で説明できるっていう南波さんのこの解説あるでしょ。でこれってね、正直言うてまあいやらしい話だけど、南波さんあの人 PhD ホルダーでしょ確か。で要はその身体的読書ということができるわけですよ。マスターか修士か PhD じゃないのかマスターなのか。ってことはね、何ができるか言ったらね、読書習慣があるということですよ。ポスドクなんてすごいね。やっぱそやから研究職できてたよね。大きな会社の神戸生まれ神戸育ちで学校ようできたから寝台行ってんでしょ。で寝台の理系で PhD ポスドクなんでしょ。でそのままメーカーの研究職やってたんでしょ。ってことは習慣としての読書ができるから、いわゆる対象の言葉で言うと教養人なわけですよ。だから元彦の症状を見た時にあれ乖離だってことはすぐ分かるわけです。なぜかというと症状を乖離だというふうに解説する程度の心理学および精神医療に関する基礎文献で普通にカバーできる範囲だから。どっちかっていうと精神医学とか心理学というものがバカにされる理由でもあるんだけれども、どっちかっていうと理系の人が読まない世界の本に書かれている分野です。でも南波さんは身体的な習慣として読書ができる人生を歩んできたから、なんや初期症状やんって典型例やんっていうことがすぐ分かる。要は俺らから言わせると理系の連中でも読むような基礎文献に書いてあることなんですよ。俺らから言わせるとね、申し訳ないけど調子乗った言い方をするけど、理系の連中でも手を伸ばすようなマストリードの基礎文献にもうすでに書いてあることなんです。でそのマストリードの文献はいつ頃書かれたか言ったら80年90年ぐらいまで書かれてるわけですよ。典型例やから。俺ら文系から言わせるとそうかこの程度の本やったら理系の練習でも読めるんかっていうような本に書いてあるわけですよ。南波さんに対する対抗意識ですけどでなわけで、その世界から見るともう土典型の異常者なんですよ。分かりやすい異常者だから。異常者ってさ、常にセックスの話と他人の身体の話してるでしょ。斎藤元彦支持者見てみ。異常者の典型例として巨大な敵がいるという妄想に駆られている。だって常に他者の身体の話と下半身の話をしている。もう異常者の数え役満なんですよ。でしょ。だって俺が毎朝見かけてる統合失調症のおばちゃんもそうですよ。異常者っていうのは、病院にいる異常者っていうのはこの3つしか話してないのよ。でその異常者の皆さんが病院に行くような人と思ってる人が持ってるものを全て持ってんねんって。これ別に俺がね分断を煽るとかスティグマ化してるとかではなくて、冷静に分類していくとそうとしか言いようがないでしょ。実はね俺その原稿を書いてるんですよ、次の本に。いや典型的な異常者ですよって。でそれは見た目がおかしいとかそういうことを言ってるとか言動がおかしいんじゃなくて、パースペクティブが異常者のそれなんですよ。ああ言うたから異常者、こう言うたから異常者って言うてるんではなくて、パースペクティブが異常者なんです。で俺から言わせると2024年の知事選挙がネットと選挙の新しい地平を開いたと言ってるけれども、確かにそうかもわからんけども、俺から言わせると病院に行けない病識のない異常者が声を持ったとしか思いようがないね。なぜかというとネットにはイネブラだらけだからですよ。イネブラと依存者のエコーチェンバーが生まれただけの話ですよ。昔やったらネットっていう装置がなかったから、今ネットで偉そうなこと言うてる連中の
6分の5は病院連れて行かれてましたよ。依存者とイネブラが111万人おったわけです。多分これ統計取ってないけども、昔やったら病院に来てたレベルの人が病院に来なくなってると思います。その兵庫だけじゃなくて。ネットという装置のせいで。昔はネットがなかったから、イネブラと接することはなかったんで、おかしいんだもん。周りの人はおかしい。特に家族はおかしいっていう。ちゃんとした統計を俺は知らないけれども、多分20年30年スパンの統計比較やと、明確に2005年ぐらいからこっち統合失調症の患者減ってるはずです。なぜかと病院に行って病院で検知されていないから。俺のこと何言うてもええけど、ユーザー同士で挨拶したらバンするって言うたら理屈分かってきた。で、長文書くやつバンするとか、この話をしてくれって言うてくるやつはバンするって言ってたら分かってきた、だんだん。で、そこをきっちりしないとね、そこをきっちりして客減ってね、YouTube の場合は客減るってことはすなわち俺の売り上げの減少ですよ。それをやってでも挨拶するようなやつは排除して、長文書くようなやつは排除して、あるいはこの話はなしにこの話をしてくださいいうやつを排除しないと、なぜかというと、初期の芽生えを持ってる人を許容することはその人のためにとって良くないし、こっちの本当の意味でのコミュニティにとっても良くないのよ。ここはあなたの居場所じゃないですよと。あなたが行かなきゃいけないのは YouTube の窓の中、SNS の窓の中ではなくて、お薬出しときましたねって言ってくれる場所ですよということなんですよ。だって現にライブ配信やってるとこで、うちほど心地よいチャット欄ないでしょ。あるとしたらツイキャス、ツイキャスによくあるんだけど、例えば石川さん、石川紀之とか、それからニューハーフの人、ナナさん。あの人らとかやったら、ツイキャスだけで1万人近い人が見てるから、慣れ合いが発生しないぐらい、チャットが早いのよ。ダーって流れる。モンジョリか。わーって流れる。あれは気持ちええわ。だって依存しようがないから、量が多いから。わーっと。石川紀之のやつとか、あれは見てて気持ちええと思う。気にせんでええよ。他者を、あれだけ他におると。そやけど、たかだか YouTube だって俺がって今7000人しか見てへんわけですから、7600人しか見てへんわけですから、たかだかそんだけしか見てへん中で、流量ってのはそれは限られてくるわね。で、この勢いで、誰か一人この勢いなら言えるぬるっぽいとガッこの勢いなら言えるのが発生しない流量でしょ。で、これぐらいの流量で、こんなにサバサバしてるチャットなんてないはずですよ。でね、ひどいやつはね、それがね、依存関係を生むっていうのは分かって、客を囲うためにね、それを放置するんですよ、配信者って。わざとやらしてんねん。だから俺が挨拶をするなって言ってるのは、そうしたくないからです。万札とかな。わざとやらしてんねん。ほんまはね、追い出さなあかんのよ。なんでかって、それは、元彦の支持者見てたら分かると思うけども、ね、いずれね、カタストロフィカルなことになるんです。令和 N 国、パナウェーブ、シャクティパッドのところ、オウム真理教って。そうなるんです。斉藤元彦って。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。